ずここでご飯食べて帰ります。今週2回来てます。ホルモンが美味しいからホルモンもいいよ。焼きそば、オンライス。金額的に安いんでちょっとびっくりしましたね。ここのお米は美味しいんですよ。太田のお米って昔太田村って言いよったんやけど、ここのお米美味しい。大体1日で何本ぐらい炊くんですか、ご飯。一応は3つか4つかな。よくテンション合うんだろうな。え、昨日お兄さんが来た後忙しかったんよ。お昼もよっこらで保管しときます。じゃあお客さんにね。足りなくて切り逃しちゃったら何が出たかって言ったらな。もう昨日は座れんくらいバーって来て、もう大変やった。なかなかお客さんをさばきな。もうなあ。かわいのないおばさんたちの会話だから。ピリ辛かな。ああ。20歳から働いてちょっと辞めてそれからだからもう40年はなるかな。メニューは変わった。味も変わったね。これは今度は鶏天ですね。よそは胸肉でやりますけど、ここはもも肉でやります。そうじゃ。今からエビの皮を取らなきゃ。これはね、エビフライとか天ぷらうどんとか。
これで。奥さん、料理の先生。仕込みしながらお客さん入るから大変。来れないからね。乗ります。とりあえず。いや、こんだけちょっと待って。大盛り。はい。はい、乗りました。なんかつかなかったかな。なんかもち。おもり。今日はカツカレーの大盛りです。ここは全般的に他の定食とかも全部ボリュームがあって美味しいと思います。
ラッキー牛丼。さっき牛丼ばっかりやな。いつも牛丼はね。丼もう一個とか。はい。はい、牛丼。正解？アメリカン。今日はねホルモン定食を頼みました。金額的に安いんでちょっとびっくりしましたね。ちゃんの。ちょっと待って。レバー。バイデン大統領は SNS にビーチとの中で笑顔を見せる。ホルモンとつけ麺うどん。ホルモン定食とつけ麺うどん。はい、2食。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
これはホルモン定食と月見うどんか、必ずここでご飯食べて帰ります。美味しいです。今日は社長何時？今日はお二人分。野菜炒めです。もうちょいもうちょい。このくらい？はい、食べました。少なめのお茶。機能性領域職人としてこれまでに届け出された全ての製品のうちおよそ2割にあたるお父さんごめんね、はかりを返します。丼ご飯1個とか。カツ丼。それハンバーグや。手前のところ、手前の。仕込み。入学式のシーズンだから。はい、上がりです。丼ご飯。あんたの顔に。よし。
ちゃんぽんやって。はい、じゃあ。初めて僕しましたね。美味しい。ちゃんぽん美味しいのここの。今週2回来てます。ホルモンが美味しいからホルモンもいいよ。おでんさんか。うん、いつ。チキン南蛮です。ありがとうございました。はい、南蛮です。今日はチキン南蛮とハンバーグです。美味しいです。ふわふわです。オンライス。いただきます。とても美味しいです。よく来ますね。はい。お願いします。おすすめです。今日はハンバーグ定食とても美味しいです。焼きそば。ホルモンです。はい、ホルモン定食です。場所が
実際には悪くて、もう例えばステロイド。はい。カツカレー、はい、カツカレーです。ごちそうさまでした。よし、じゃあやりましょう。
パで授業に参加されてると思うんですけど、はいはい、ここもやっぱりハサップっていう考え方を取り入れた厨房作りやってるんで、そこはもう分けてます。外と中で。うちはうどん屋にしては衛生管理結構しっかりしてる。カツ丼天丼が人気があります。これ味別の具、初めてです。味ご飯炒めて出来たてのご飯で乗っけて混ぜて、これ人参と椎茸。これは入れんとやろ。目とか大丈夫ですか？わさび、頭、鼻とか大丈夫ですか？
前の日に仕込みの下準備しとるでしょうが、いかに遅く店に来ていかに早く帰るかが課題だから。なるべく効率よく。そう24時間じゃないけどね。お名前の由来とかって聞いてもいいですか？脱サラだったから潰れる可能性もあるじゃないですか。店は竹は切っても違うとこからまた出てくるじゃないですか。潰れてももう一回絶対這い上がるぞっていう思いが一つ、節目があるじゃないですか。はい、節目ね。そういうけじめのある人生っていうのが私好きなんです。もうダラダラじゃなくてきちんとけじめをつけるっていう、そういう生き方が好きだと思うんだから竹やってるのがいいし。私68、26歳で始めました。現役バリバリ。まあとりあえずね、挫折しかけたけどまた蘇った。楽しいけどね、この仕事がね。やっぱりお客さんのために、この人のために美味しいの作りたいなって思いが伝わった時は嬉しいし、やっぱ美味しかったねって言われるのがやっぱ生きがいみたいな感じでずっと来てる。生きがいというか転職みたいな感じがね、ある意味でね、いい仕事に巡られたなと。
で握ります。そうです。それをた喋らんようにしてしまうやん。B かみんなこうしてた。お前風呂場か。お前風呂上がりか。風呂が上がらないか。真っ白白系。こんなんじゃダメですよ。昆布とカツオと醤油とみりん
だけです。他には何も入れないんですか？入れないです。前は沸騰させよったけど、それをなくしたらその化学調味料を入れなくてよくなった。久留米ラーメンっていうのが全国になったじゃないですか。ラーメンが全国になるレベルなら、うどんもかなりこの辺はレベルが高いよっていう話ですよ。この地域の名前を作ろうということで筑後うどんっていう名前ができて、筑後うどんという名前を広めようっていう活動が平成16年から始まった。特徴をちょっと改めて聞きたいんですけど、讃岐うどんと比較したら、コシがあって、お腹いっぱいになる麺なんです。麺でお腹いっぱいになる文化。讃岐うどんはね、この辺の筑後うどんとか福岡のうどんっていうのは、この辺ではお米も美味しいのが取れるじゃないですか。お米と一緒に食べる文化なんです。だからおにぎりがあったり、あっちからかしわ飯があってみたり、いなりがあってみたり。20キロです。20キロ6000円。それだったら1万2000円です。生産者の顔が分かるでしょうか。野口農園地書いてあるけん。シャキシャキネギだから、できたてのネギだから全然傷まない。利益追求の前にいいもの、美味しいもの、安全なもので余裕が出てきたけん地産地消とかね、時代に合った取り組みをしてきたですね。で一番の差別化は、この地域はうどんはレベルがものすごく高いけど、そばのレベルがものすごく低いんですよ。そば専門店はありますよ、だけどうどんとそばとやってるところで両方美味しいっていうところはほとんどないとですよ。うどんは横ばいでもそばやったら差別化しやすいなということで石臼導入して、生産者から直接仕入れる体制を取った。入れます。入ります。お願いします。いいですか。いいですか。入りました。だいたい20人前。これで。これ持ち帰る全部。持ち帰ります。今。とりあえず。一玉どのくらい？250グラムかな。柔らかいけど引きがある、ふっくら引きがあるっていうのを作るのを目指してる。
弾力がこれがへっこんとかんと美味しくない。ここにスープが乗ると食べるときにこういううどんを作るのが難しい。でこれ湯がけてるか湯がけてないかっていうのはこう透明感になったらいい。これ透けて見えた。だいぶ透明。はい、ちょっと透けてます。透けてみますよ。こうなったらもう大体 OK っていう合図。必ずざるそばにはうどんを一つつけてあります。一応うどん屋だから見た目もきれいになる。はい、お願いします。はい、すみません。ここにはございます。以上でよろしいですか？孫がこんな小さい時から連れてきよって今もう30過ぎました。お蕎麦食べやすいねって。美味しい。雰囲気もいいしですね。大体3回ぐらい今日。はい、そばいいですね。いいよもう。いいよもう。天丼は大盛りじゃないっちゃね。天丼。
はい。店さんのこういうところが好きとか、よく来られてる理由とかありますか？そばはここが一番美味しいんですよ。うん、喉越しとかね、本格的な感じで。4軒ぐらいあるんやけど、そばはここが一番美味しい。うどんも美味しいんですけど、そばいっちゃいますね、ここは。どうしても。あと、このわさびいなり。これが、ここしかないんで。鰹節の補充だけしといてもらっていいですか？はい、3番オーダー。いらっしゃいませ。お待ちくださいませ。はい。ありがとう。はい、鴨です。はい。お願いします。予算テーブル1番。テーブル1番。はい。失礼いたします。お待たせしました。鴨そばですね。とても以上でいいですか？はい、ごゆっくりどうぞ。はい、お願いします。定食上がるやん。天丼両方ともセットです。カツ丼天丼です。は定食上がるやん。もうちょい。はーい。日雇いの上だって。はい、定食のうどんです。
ケア定食結構私いっぱい食べるんで、まあ、うどんだけじゃなくて丼物も行きたいなと思って。定食。そうです。美味しいです。どこでもどうぞ。2名様入られます。もうちょいで上がる。はい。天ざるです。はい。丼のうどんです。じゃあ天かすちょうだい。提供いってきます。ベビーセットおうどんの具が選べますけども、エビ天で、はい。ごぼう天うどんの牛飯。はい、ごぼう天うどんと牛飯のセットですね。はい、以上でよろしかったでしょうか。はい、おかけください。エールいっぱいです。はい、エールいっぱいです。お願いします。これ2人前です。こちらがごぼう天うどんと牛肉のセットお待たせいたしました。終わりでは失礼します。レジットのエビ天うどんでございます。おはようございます。天井は上がった。定食2杯 L3 杯です。はい。
はい、L のうどんです。L は座敷の4番です。あるある。テーブル一番さんの分はざっとのセンタルはうどんつけなくていいから。はい、定食のうどんです。センタルはうどんつけなくていいから。はい。失礼します。定食ですね。お願いします。では以上でよろしいですか。ありがとうございます。お願いします。美味しいからですね。だしもね、あっさりして美味しいし、麺も美味しい。エビマルチェンください。お待たせいたしました。小学生あたりからずっとね。あるところはあるし、その外側に。お
そばでございます。どちらによろしいですか。お店にはよく来られるんですか？いや、今日が2回目です。コスパも良かったし、何より美味しかったし、もう一回来させてもらおうと思いました。天ぷらがサクサクして美味しいです。夏いける。大地君どこ行ったかな。ご飯。はーい。たくさん牛めすげえで。私は代わりに取ってやろうか。そう、今日授業参加。中学校来週やんね。橋本さん以上でよろしいですか。お玉のうどんです。
これ以上でよろしいですか？私ですか？お知らせ。おそばにわいです。もう回していいですか？いいですよ。配達お願いします。僕がなんだけど、僕が食べれない。食べれないけど僕が食べれない。はい、定食のうどんです。オムライスは卵何個分？12。12ですか？パッと振り見た時しか覚えてませんけど、大型トラックにはねられました。350円、400円。どこもやらない。バカだから。子供正直ですね、やっぱね。まずいって美味しくないって言われた。やっぱり相性がいいですか？1週間ぐらいですね。家帰ったら寝るまでずっと煮込んでて。
はい、すいません。体が動かなくなるまで。だから100になっても動ければやります。関係なく。起きるのは4時半ですね。起きたらコーヒーを沸かしてうちの奥様にコーヒーを先に出します。今のは何をされてたんですか？うちの奥様に頑張りますから見守ってねって言ってました。いつも見守ってもらってます。釜並んでると思うんですけど、はい、これはすべてご飯ですか？ご飯です。これ味噌汁、これはカレー。寝るのがですね、大体早い時もあるんですけど、12時過ぎとか。でも大体平均的に1時から1時半ぐらい。いつからその生活をされてるんですか？13年前ですね。2010年の3月14日オープンしてからですね。最初きつかった。最初はものすごかったです。きついきつい。これ骨折してるんですよ。疲労骨折。それぐらいでパタパタっと動けないですね。これは僕は朝ラーメン食べますから。たまに昼にです。しょっちゅうは食わないですけど。唐揚げです。味付けして粉を加えて今つけるだけです。寝かした方が美味しくできるので、即席でやったら美味しくないです。よいしょ。店をやる前は、ちっちゃなホテル、プリンスホテルというホテルですね、全国にありますけど、その中のシェフをしてました。僕がシェフをしてる時にうちの奥様と知り合ったんです。で、横浜の高校を出てプリンスホテルの試験を受けてシェフになります。うちの親父は九州の熊本っていうところに実家があるんです。よく遊びに行ってたんです。冬休みとか夏休みとかですね。おばあちゃんがいろんな遊んだり料理を作ったりするのを見てて、でそれが自然と好きになったんですね。田舎ですからいろんなものを取りに行ったり何やかがするんで、そこでついていったりいろいろしてるうちに好きになったと。おばあちゃんの料理が体の中に染み込んだんですね。雑なところは味噌汁です。いい味が出ますよ。味噌汁です。キャベツと玉ねぎともやし、味噌汁の元になるのは昆布と煮干し類です。揚げ入れるのは味がすごく風味がいいです。揚げ入れないのと入れたのと全然違います。洋食一本あちこちもう品川高輪赤坂あらゆるところは動かされましたね。ホテルでうちの奥様と知り合った。僕はシェフをやってて奥様は企画をやってたんです。これを下積みしすぎてある程度の時に知り合ったもんですから
でその時にちょっと料理にちょっといろんなレシピの中に必要なものがあったんで企画の方に行ってこれを取ってもらえませんかねということで企画に依頼したんです。同じホテルの中でですね。企画に依頼した時に知り合ったのがうちの奥様です。うちの奥様はこの博多の人です。僕は横浜の人間です。で彼女が家庭の事情でこちらの福岡に帰ってこられて、それから約8ヶ月1年近くにしてどうしても諦められなくて、僕はホテルを辞めてここに来たんです。したのに亡くなったのがやっぱ寂しいです。だからあれ見ながら頑張らないかなと。出てきてお客さんが食べて美味しかったって言われたらもうそれが最高に美味しい、嬉しい。ビーフの肉はありません。溶けてます。もちろんじゃがいもも玉ねぎも全部溶けてます。結構煮込まれるんですか？1週間ぐらいですね。家帰ったら寝るまでずっと煮込んでて、でまた止めてまた冷やしますけどね。弁当にも使うし。よいしょ。これ弁当のカレーですね。これは焙煎して作ったやつです。普通のコーヒーと違います。飲んだらわかります。お客さんが美味しい美味しいって出るものだから。一個一個違うんですよ。これタダでお客さんにあげるんだから安いコーヒーは出せばいいじゃないですか。美味しくない。でお米も安い米使わないのは美味しい米使うからお客さんたくさん食べるんですよ。ご飯3杯、味噌汁3杯、そしてコーヒーは1杯、もう1杯飲んでいいどうぞ構わないです。そしてミンチをぎっしりそこに埋まってますね。いやいや、これで少なめに、前はね山盛りしたんですけども食べきらんってお客さんが食べるぐらいの量にしたんですよね。これでも結構お腹いっぱいみたいなんですよ。お客さんたまにいますよ。ご飯もうちょっと多めに、ああ自分でやってくださいって、好きなだけ入れてってって、楽しみがなくなってしまう。初めてですね、1年間はたい焼きを作ってましたんで、これたい焼きです。たい焼きの大きさこれです。普通のたい焼きこんなもん。博多に来ていろんなお仕事をまずして、朝早く知った人に会ったもんですから 50m 道路でこうやって喋ってたんです。たらトントンっていう音でパッと振り向いた時しか覚えてませんけど、大型トラックにはねられました。入院したのが1年と4ヶ月ぐらい入院した。うちの奥様にこう横についてもらいながらちょっとずつ歩いて、わずか10分で行くところを半日がかりで、それをずっと長年続けて、でステッキも取れてまともに歩けるようになって、周りのちっちゃな子供たちがいて、その子供たちにお菓子を作ってあげてたんです。その男の子が「おじちゃんたい焼き作って」って小麦粉でパパーッと作ってたい焼きをあんこ入れてパパーッと作ってあげて「はい」ってあげたんです。たら「まずい」って子供正直ですね、やっぱね。まずいって美味しくないって言われた。いろいろ試行錯誤して考え出して子供に言ったら「あ、おじちゃん美味しい」って「美味しい」って言われたんで、それがきっかけでたい焼きが出たんです。普通のたい焼きは美味しくない。3倍ぐらいですね。尾びれつければ40センチ、尻尾ですね。いろんなつければ40センチぐらいで、そういうやつだったらどこにも売ってないけんが、それ作ろうと。大将、たい焼きばっかりでちょっと飽きるけん、料理とか作れんとって言われた時に「ああ作れないことないですよ」って「じゃあ来週作りますから1つでいいですか?」って言ったら「4つ」って、要するに4人で来るから4つです。それを作ったのがこの料理になるきっかけです。要するになんでできなくなったか言ったら、たい焼き作るのは12、13分かかる。
これ2、3分かかんないですよ。側が焼けても中がドロドロです。焼けないです。そう簡単に。でそれに合わせるとこっちが大変です。でこれは簡単にできてパッと向こうにで途中からやめようと。よいしょ。よいしょ。お弁当は全部で何種類ぐらいあるんですか7種類です。300円、350円、400円。で、焼肉とか生姜焼きとか500円。どこもやらない。バカだから。多いか。多いね。お、でかいな。何でも言ってください。すみません。カレーを。はい。そこにお皿があります。白いお皿。はい。それにご飯好きなだけつけてください。好きなだけいいんですか。はい。よいしょ。はい、どうぞ。はい、失礼します。ありがとうございます。はい、どうぞ。初めて来ました。周りから話聞いてですね、美味しいし量は多いよということで聞いて、ちょうど私の子供が結構、食べ盛りで
で一回食べてみて、で子供も来れそうなら子供も連れてこようかなと思ったんですね。それで今日ちょうどこの辺来る機会があったんで寄らせてもらいました。システム分かりました最初？いや分からんかったです。正直言って分かりませんでした。びっくりですね。ありがとうございます。どうもすみません。ごちそうさまでした。ありがとうございます。こんにちは。どうも。だんだんなくなるよ。今日早い。なくなるのが早い。味噌汁は向こうで、コーヒーはこっち側です。コーヒーもある。はい、もっちですよ。すげえ。すげえでしょ。かっこいい。今日は何を頼まれたんですか？今日はメンチカツ弁当です。ずっとこう買いに来続けられる理由というか、美味しいし、ボリュームあるし、安いし、あとは大将の人柄です。ご飯は楽しく食べたいですもんね。ありがとうございます。また来ます。ありがとうございます。はい。オムライスは卵何個分ぐらい使うの？普通サイズですこれ。小で4個。大だとどのくらいですか12。12ですか？大きさは倍あります。全然違います。糸島の卵です。最初はどこの卵でもわからないのいっぱい使ってたんですが、でそこの社長が来てうちの卵を一回オムライスに使ってみてください。どこのも一緒やつって言ったんやけど、これ2パックぐらい置いときますから試しに使ってみてください。使ったらうまかった。全然味が違う。むちゃくちゃ美味しいです。これはもう僕じゃないです。お客さんがいる。2回目ありますよ。最初はフォア、2回目はトロ、フォアトロです。大したことないですけどね。大したことないけど。尾形さんは今おいくつなんですか？73です。昭和25年、1950年生まれですね。73歳ですか？はい。1950年7月の22日です。若々しいですね。はい。みんな言います。お店はいつまで続けようとかあったりする？わかりません。体が動かなくなるまで。だから100になっても動ければやります。関係なく。いらっしゃいませ。じゃあ。肉野菜炒めてはい、作ります。よっしゃ。はい、失礼します。あ、こんにちは。ビーフカレーで。はい。よいしょ。はい、お待ち。あ、こっちか。はい、どうぞ。はい、すみません。結構お店にはよく来られたりするんですか？はい。もう14年。14年で、はい、あります。今日頼まれたのは何になるんですか？ビーフカレーです。ビーフカレー。はい。いや、バラバラです。豚の生姜焼き丼とか、あとオムライスとか、そういういろんなの頼みます。人気高いのがビーフカレーでオムライスで生姜焼き定食です。大将の優しいところ、サービスしてくれてるところが優しいです。あちら空いてますんで。はい、どうぞ。お座りください。すいません。生姜焼きに。はい、返しました。失礼します。ロースの生姜焼きが一番人気です。
はい、すみません、生姜焼き3つです。よいしょ。はい、失礼いたします。よいしょ。もうちょいいきます。よいしょ。はい、すみません、失礼します。ネットワークとか。今日出張で自分は初めて。はい。そうです。盛りだくさん。あ、どうもすみません。武蔵野向こうでコーヒーはそっちです。すみません、そっちから行きます。はい。はい。生姜焼き。はい、ナンバーワン。私も生姜焼き。はい、ナンバーツー。あ、違う違う違う、ナンバーワン。ありがとうございます。はい。中から選んで。はい、大丈夫です。何でも言ってください。豚ロースの。ビーフカレースペシャル。これにご飯ついてください。はい。好きなだけ。すみません。はい、すみません。丼を。よいしょ。はい、すみません。はい、失礼します。あ、違います。お店にはよく来られるんですか？まあ久しぶりに来ました。何度か、来ました。今日まあこの辺でちょっと用事があったので、ビーフカレースペシャルですね。自分は。何頼んでももう美味しいので。やっぱり。相性がいいですから、人柄がいいし、もうそれに味もすごい美味しいですね。美味しいし、間違いないです。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。また来ます。はい、また来てください。ありがとうございます。あ、疲れてないですよ。全然。これだとか好きだからですね。お料理作るのが好きだから。あとはもうお客さんが美味しいって言ってくれるから、やっぱ嬉しいですよね。それだけですね。はい、すみません、どうぞ。はい、失礼します。開けなくなってしまって。元に今作ります。これ大きいんですよ。小さそうに見えますけども、卵でかいんです。どうぞ。
ったまた来るねってその言葉。手作り感が半端ない。家ではできんでしょこんなの。チキンとつみれ。よし、はい。はい。よその店では味わえない美味しさと。美味しかったです。美味しかったです。はい。生きがい、生きがい。やっぱ母の後ろ姿見て手伝ううちに自分も好きになりました。お子さん、ありがとうございます。母が1970年にお店を開いて54年目ですかね。性格が本当いい母で今も尊敬してますけど、93まではお店に立ってました。101で亡くなりました。その後私がずっとここ手伝って、主人がなんか転勤族だったからほとんどほら家にはいないんですよね。で息子3人私が一人で育ててっていう感じで、こんなお店ですよ。最初のお店は私が書いたんですよ。1970年から99年までここで25年間営業して立ち退きになったんですよ。でここの空き家があったから「母ちゃんお昼ご飯食べに来たばい」っていう感じでここに来られるように、もう全然改造は中だけして前のままの雰囲気で普通の家をこんな改造したんです。私今年で83歳です。はい、今年でね。これが私の母です。101で亡くなった母です。割り箸じゃなくってひなぐの竹箸ってあるんですよね。竹で作った箸、これ毎日きれいに洗ってこんな乾燥させて。昨日のお客さんは雨でも99人でした。はい、昼だけ11時から2時までね。雨でも賑わうんですよ。そして県庁と県警のお客様も多いですけど、遠方からこの前は鹿児島から来られました。なんか美味しいって聞いて熊本に来たから寄ったって。ご飯のスイッチを入れに来てまた帰ってお洗濯干したりしてまたこっちに行きます。なるべくお客さんに炊きたてをあげようと思ってからギリギリで炊いております。昨日は何升炊いたかな、8升ぐらい炊きましたね。昨日は昼だけ。何しろ600円でこの店やってるとこどこもないですよ。我が家だからできる。お客さんが喜ばれるから私みんな値上げになってるでしょ今。油からもう食材からみんな。だけどまあいい、まああともう何年するかわからないから半分はお客さんへの奉仕です。でパートさんたちがみんな私を支えてくれるからですね。後であと3人来ますけど、多い時は7人ぐらいでやってましたよ。今5人でしてます。だから昼は大変です。鍋1杯半100人しようち重い重いよしよし。熱いお茶を沸かします。やっぱり100人分しようって大変ですよ。お茶も何茶ですか？ブレンドしてます。緑茶でしょ、はい、ほうじ茶でしょ、で麦茶でしょ。これ4種類、玄米、緑茶、ほうじ茶、麦茶、これを入れてます。美味しいはず。大変とはあんまり感じません。仕事楽しいから。
じゃないと楽しくねお料理しないと美味しくお料理はできません。楽しくしないと嫌々ながらしたって美味しくない。やっぱりお客さんがねうまかったって言われるのは私の生きがいだから。イワシのつみれ揚げに入れるごぼうです。冷凍しとかなんとある時に買っとかんとない時は長く冷凍してます。8時からだけ朝ドラ見ながら食べるのが楽しい。福岡だろ有明。大根の葉っぱはほとんど捨てられるですもんね。主人が好きだからこれいつも作ってるんですよ。で売ってあるからほとんど手に入らないんですよ。で友達がお百姓さん知っとっていただいたから早速作りました。女の子やったら名前はどうやって出会われたんですか？19の時、主人が19で私が20歳の時によく一緒に遊んでて、それで結婚して。僕は鹿島建設っていうとこって海外も含めてあっちこっち現場を長くしたからね。もうほとんど別居ね、ほとんど。だから息子さんに一生懸命で、主人が柔道してたんですよ。だから3人ともそこ熊本武道館近かったから、まず礼儀をね身につけさせようって思って、柔道っていうのは剣道もそうだけど礼に始まって礼で終わるから、3人とも柔道を習わせて、そして一番下の子が日本一に3回なりました、柔道で。いつから一緒に働かれてるんですか？いや定年してから。いや最初は手伝ってませんでしたよ。だけどだんだん私も年取ってなんか仕事がのろくなったっていうかな。だから手伝ってもらうようにして、少なくて60人ぐらいかな、雨の日で。で多くて100人前後。6勝か7勝ぐらい。塩入れます。塩。そしてありがたいね。定食用のキャベツ、定食につけるお野菜。手術をした後って第一段階これがつみれ。
顔出すぐらいね、いい味が染みとる。つみれに混ぜるんです。イワシのつみれに。具材はごぼう、玉ねぎ、山芋、生姜。セットには何個つみれがつくんですか5個。二度揚げするからね、軽く揚げとくと。じゃあね、温度が下がるんですよ。これをたくさん入れたら。油の温度が。だから前もってちょっと仮に揚げとくと。フライ類はね、温度が勝負だ。まだ色がカラッと色がしてないでしょ。はい、二度揚げするからね。じゃないとこれをね30ぐらい入れたら温度が下がってしまってから、だから前もってこんなしてから揚げとくと。じゃないとね追いつかん。結構手間かかりますよね。手間かかりますよ。だけど楽しくやってるから。大変だけど楽しくやってる。そしてお醤油、胡椒が入った酢。これで有名になった。父がフィリピンの戦争に行った時にフィリピンの現地の人がこれを胡椒を入れた酢に何でもかけて食べよった。美味しかろうと思ってから作ったのが最初。菜の花と鶏肉の煮物をご紹介。山内ってね、熊本で有名な100何年続くお味噌。赤味噌が1に白味噌に2対1でブレンドした。見られんたい並んどらすけん。時間の中でしょうが。はい。サラダがなんですもんね。ちょうどよかったです。こんな大きいと本当は。でこう外してつみれにするんですよ。だからつみれは骨 100%。骨粗しょう症の人にはいいって。私がイワシのフライせんねって言ってから父に言ったら「やんイワシは5円ぐらいだけん1000倍」って「なんだすかイワシ5円ぐらいのつば」って言ってから最初は15円とかですね1匹がちょっとしてみようって言ったらなんか評判になってからお客さんが多いからですね揚げとくんですよ。じゃないと時間が足りないから。特別だから保育に今おばちゃん電話しとってさばきらすもみんな持ち場のプロだ。この人は接待揚げは上手しね、彼女は掃除とね切り刻め、あの人揚げ物ベテランだ。私は顎で手術お客さんが「うまかった」「また来るね」ってその言葉、
ひたすらうろうろしてるんですよ。20代ぐらいの。玉ねぎ、人参、芋、辛いの。了解、一緒に仕込んどって。あ、ご飯取れお客さんにね、2つ出すんですよ、かき揚げを。だからね、100人来たらね、200揚げになった。これを200個。それを揚げるけど、中ね、ライブさんね。3本がいい。買ってきてね。刻むでしょうか。いつ作れるんだ。終わり。あ、本当。辛くなる。食べるなる。動画がどっか。必要にあとな、水いいね。水。あ、さえちゃん、とんかつつみれば出しとって。2番ミックス4つ。厚みがね。全然変わらんね。ペットボトルの太かなった。あれは完全に乾かして、あれに入れときたい。ちょっと待って、これあかんけん。そうすると出とらんよ。はい。3匹あげて向こうにしとって、予約のチキンとつみれ。おはようございます。テーブル B4 です。はい。そうするわ2つ。はい、すいません。こちらイワシになりますね。これがチキンとつみれになります。はい。すいませんね、ちょっとお待ちくださいね。すいません。週には2回から3回ですね。一番に味ですね。で、これが好きなんですよ。つみれが。お値段もお手頃で。で、スタッフの皆さんがとても
気配りが効いて。はい、どうぞテーブル空いてます。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。はい、どうぞ。つゆも美味しいですよね。まあ、全体的に言うと美味しいですね。はい。ここのつみれはもう絶品ですから。あ、つみれはもう4日間しね、あげて。あげたなら4日。コロッケつみれ上がりよ。はい、すいません。はい、すいません。こちらサービスのコロッケつみれになりますね。ないしかないので、つみれ揚げを。イワシにお願いします。はい、ありがとうございました。またお待ちいたします。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。味噌汁熱いから気をつけてください。あと2ですね。ミックスで。ご飯。イワシ全部美味しい。はい、すいません。こちらコロッケとつみれ全体にかけてくださいね。これ甘酢と唐辛子ですね。終わった。はい、イワシ完売ですけど、どちらもさ、もうね、雪で入らないんですよ。全然。はい、イワシフライ目当てで来たんですけど、今日もダメでした。はい、カウンター7とんかつです。たっぷり。とんかつとつみれです。ちょっと待ってね。はい、オッケーです。おじさん、すいません。あちら真ん中手前いいですか。上がったよ。コロッケとつみれです。そうですね。何回か行ったことあります。なんか手作りだから普段なんか自分で揚げ物とかなかなかしなくて美味しいので、ありがたいです。定食のお味いかがでした？美味しかったです。美味しかったです。あ、そうだよか。コロッケ終わったけど外して。お客様、コロッケがね潰れたもんね。だけど白身はサービス。我慢して。ありがとうございます。はい、はい、鶴終わりね、これ。はい、お腹ね、とんかつ。芸人みたいな。そうです。白身とチキンじゃない、白身とチキン。はい。めっちゃ健康的ですね。ボリュームに対してめっちゃ安い。手作り感が半端ないっていうとこですかね。ありがとうございました。どうも。今度は7、8の敷いて。ちょっとお待ちくださいね。あ、ご飯。いらっしゃいませ。大丈夫ですか。切れますか。切る。やっぱりお袋の味ですかね。家庭的な。ごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。
家ではできんでしょこんなの。イワシっていうのがないってさ。はい、すいません。お安いところ、ずっと値上げしとんながらもね、それからこの雰囲気、みんなで働いてるお店もね。野菜かき揚げ、厚みでご賞味ください。そうね、続けてこられたな。やっぱ母の後ろ姿見て、母がやっぱり飲食関係が好きだったから。で、手伝ううちに自分も好きになりました。そうですね、生きがい、生きがい。あとはほら、周りの人にちょっと恵まれてるっていうから、お手伝いする人でみんないい人ばっかり。じゃないとできないよ。いい人、支えてくれる、みんな支えてくれる。ありがとうございました。どうも。びっくりした、竹野さんと一緒に。いやもう。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、すみません、お願いします。寒くないなんだ、本当。機械を混ぜます。
これヒラスですね。これ水これヒラメ。そうですね。味とかもな。腕なんて書いてるんですか。あ、これ魚竜で自分の名前が入っとるだけ。魚と良太郎って言うんですよ、当て字で。
いいやろ。いや。これマグロっすね。マグロです。うん、コシナガマグロって言って。むちゃくちゃ脂の音ですよ。
早速明日も入らんちゅう鈴木とフグと荒かぶ食べに来るだけの人で4軒分ぐらい買わないけんけ、まあそれなりに仕入れるけどね。今の時期は何が美味しいですか？まあ今からフグとかも冬の食材にも変わっとうけどさ、まあブリ系よね、タラとか、まあ底本が出てくるけど、あと今からヒラメとかもなるよね、冬場になると。今作りよう分は業者卸、寿司屋さんであったりとか、あと料理屋さん、それが終わったら今度は直売所の魚を作って、まあそんな感じで、あとは2階とN丸の魚を準備するような感じで、ここら辺のは直売所に出す魚。きれいに作っちゃうからね、上から見て美味しそうやなって思う。板ごと、これお客さんに売るやつ。市場で欲しいって言ったら、そう、コーヒー飲む。安いの。俺61。初代がおるよ、うちの親父が増田鮮魚店っていうのがあって、もう本当の一般の氷の魚屋さんやって会社にしたよね。法人にしたよ。今これ飲食店さんもされてるじゃないですか。これはいつからされてるんですか？5年ぐらいかな。その前はね、そこにテント張ってしとったんやけどね、それが1年ぐらいしたかな。でN丸店の方はもう15年ぐらいになるね。もともと飲食経験は社長あったんですか？ない、もう全くの魚屋だけど、いろいろしたよ。寿司屋もしたし、ラーメン屋もしたし、なかなか素人がパッと入ってきてできる仕事やないっちゅうところでは、まあ職はいつまでもあるとは思うけど、ただやっぱこの業界に入ってくる人は少ないやろね。汚いって言い方はまた違うけどね、冬場になれば寒いし朝早いしね、本当になかなか難しい仕事と思うよ。それはもう接客業全般に言えるのは、やっぱお客さんからさ、美味しかったよとかさ、また来るねって言われるのがやっぱ醍醐味やない。ここの店の魚やないとダメとか言われるのはやっぱそれが嬉しいばっかりに今まで続けてみたいなもんやろ。お客さんからのその一言が励みになってからみんな続けとんやろうと思うよ。まあそれに利益が絡んでくるとかいけね、そこでからまあなんとかやっていけるんやったら、まあそれ励みにしようやね。4時に出てきて、だいたいここある程度片付いたら10時ぐらいに向こうに入る。向こうは向こうで人間が朝入っておけね。で向こうの準備しておけ。まあうちは人もおらんけど、とにかく自分が一生懸命頑張る。募集中です。宣伝しとって YouTube でもけど、これは少ない方なんですか？もう全然今日は少ないです。これマグロの頭肉、頭、本マグロ。白池16番、はい、雲池、頭池、浦沢が、はい、後池道外、2号は向こうが先を126が1枚、はい、雲池、頭池、はい、後池道外、けい、はい、後池道外、けい、はい、後池道外、けい、はい、後池道外、いや、はい、後池道外、はい、後池道外、100円の白池、これ1000円、はい、後池道外1000円、はい、後池
動画8巻に3枚あるよ200円取り毛動画200円は43番が1枚あと2つ残り系動画200円昔よりは分かりやすいけどね、不調中のがあったから一般の人に値段が分からないようにしてる。どんどん下がっていくんですか？ここは下げてる。自分で競りたい値段を言って、お客さんがその値段に合えば買いますっていう。本当は1000円で仕入れてきた品物でも、これが2000円売れるなと思ったら2000円からおらんで、お客さんがそれに値段が合えば買うっていう。福岡北九州の大きい市場と地方卸売市場との、違い、数字の競り用語が各市場で違うっていう。動画43はこっち系36番が1枚取り毛動画取り毛動画今だけ取り毛動画天井取り毛動画天井小森系白口の小森系着物が1面は10番が1枚あと2つ残り系動画6巻係数からいきましょう。はい。その下に書いて。ヒラメの2尾泳がしですね。はい、行きましょう。はい、ここ行ってこれ天然ヒラメが1年3年5はいこれ目県に向こう行きましょう。吉野さん小さいって言いながら買うね。ヒラメ。ヒラメです。天然ヒラメ。天然やけバッチリよ。今日何にして出すんですか？これは。お刺身。お刺身。パイテンはこっち10番と64番ね、鉄板3番3号はい、80番が245杯ちょっと終わっちゃった高級海賊でそれはカット取ってる大ぶりがありますよやっぱでもそういうのもあるんですか？あら、しょっちゅう海賊ないよやっぱね、できるだけ安くなると思ったらやっぱこれだけ人がおるけね思いが違うけはいよはい、雲池頭池山口の明太はい雲池頭池動画決定先生これだけ動画決定はい後池動画3000両はこっち池70番が1枚あと2つ残り池動画はい後池動画1枚残り池動画お仕事は何ですか？魚屋お魚屋、野菜屋それとコンビニ魚見てある程度値段が自分の目で見て決めてこれ3000円ぐらいねと、呼び方が一応12345で呼び方いろいろあるんですけど、リャンが2なんですよ、で天は3なんですよ。まずはそこを多分一番最初に覚えると魚屋も一番見ていくっていう、まずはその富豪からみんな覚える、一般の人に見られてテレビとかこういう風に取材があっても例えば2800円で通ったら結局魚屋さんがかけて売るじゃないですか。そしたらそんなに安いのにみたいなでバレんようにして原価がバレんようにしとんやないですかね。スタートの値段とか決めるのも結構難しいんじゃないですか？そうですね。だけどもうそれはもう競り人次第ですよね。もう競る人がパッと見てもう大体これぐらいやねとか、今日見たら少ないけどちょっと高いよねとか、あとはもう感覚ですよね。うちの会社でも競り人の指導って結構もう難しいとこあって、もうこれなんていうんですかね、感覚をちょっとつかむ、もう教えてマニュアルがあるわけがないけ、もうだけどなかなかやっぱ後継者が育たんみたいなところはあるんですよね。はいっていう時あるじゃないですか。あれはもう単なる掛け声、気合い入れようだけですよね。自分自身にも入れようし、買い手にも気合い入れてこれぐらいで買えよう。この競り始まる前ってやっぱちょっと気合い入れたりするんですか？そうですね。ある程度やっぱ今日少ないねと思ったらもう少しでも高く売らないけんねっていうやっぱ心構えはあるっす。で逆に言うと多い時はもう今日売れんけんって飛ばしていかないけんねと、もう安くおらんでどんどん流れよくしていかんと結局途中で詰まったりするとかえって売れんことになるんで、流れよくどんどんいくようには自分は心がけてる。それもみんな競り人次第です。ここの市場はどんな特徴があるんですか？地元芦屋とか金崎とかの海が近いんですよ。だからやっぱ結構新しいのが地物は来るんですよね。地魚がですね。今日はもう四季なんで全然ないですけど、いつもはもう例えば来た時にまだ動きようとか泳ぎようとかそういう状態の魚が結構来ますね。イカなんかでも透明のまんまとか、そこがここの特徴でしょうね。安定クレープされる。
鯛やろ、これがブリやろ、網のヤリイカが2つと、でこれはハトだ。今日はどうなんそこそこみたいな。いやもう今日少ないね、ものすごい。魚も風が吹くとダメね、雨より風の方がダメね、波が立つけ。昔に比べるとはるかにやっぱ湿気が多いもんね今。やっぱ天気がほら異常気象みたいにやっぱ風が強いや。低気圧ってもう台風みたいな吹くや。刺身どんな風かな。ある？少ないですね。少ない？な黒いく黒。2本いこうか2本。1本選択。そうやね、魚の時でこれは煮付けにした方がいいとか刺身にした方がいいとかいうのがあるよね。あと鮮度とか。魚ねこう肉屋さんみたいにこう安定供給じゃないけどね。今日毎日に市場出てきてみらな何があるかわからんし、鮮度もさ毎日に変わるやろ。だからやっぱその都度考えてから。空っぽからのお魚が来て、それを今荷受けして並べてます。これは寒くないなんだ本当。やっぱもう一番目ん玉とエラでしょ。このエラのこの赤さとか、こうもう新しいやつはこう赤々しとするね、こんな。で古くなるとこれがねもう黒くなったりする。カツオ、それから荒かぶ、明太、天然の鯛、あとは天然のヒラス。これだけ何キロぐらいあるんですか。これ何キロかな。8キロ。8キロ。青もん系はやっぱ当日の当日やね。でまあ白身とか明日に仕込めるもんは明日に回す。
あ、大丈夫です。これは大体尾道で一番脂が乗ってるところですね。こっちが赤肉の方なんですね。入るからなくなった。商品がね、お刺身種類をいろいろ買って、味はね、やっぱり新しいから全然違う、甘みがある。お魚のね。じゃあこれも美味しい、これ。これ入っとう、あんたいるやん。これ入っとくよ、これ買ってタコ。これカレーのね、マコ入り。煮付けにする方が好きって。私唐揚げが好きなんやけど。お客さんの要望で。ありがとうございます。戻りました。
エビフライ。いやもう。まあ新人や新人。まあ10年ぐらいかなしたら。64。昔から和食をやってるんですか？そうそうそう。何歳からやってるんですか18からずっと大阪で大阪で。何それ。煮崩れせんようにな、角取って煮物するとき。
まして今度11時半からお客さんが来てもう一回バーッと詰める。とりあえずこれ買って、こっちにして。あ、大丈夫です。ちょっとご確認させていただきますね。実は
はい、どうぞいらっしゃい。地魚丼って何が入ってるんですか？今日はですね、ヒラスとタイとサーモンとヒラメとカツオとフグの6種類です。それは毎日変わるんですか？変わります。今日ちょっとアジとかがなかったんですけど、アジが入ってるとか、なんかいろいろあります。はい。マンゴー豚5番のお客様。こちらが大盛りです。これガリ、わさび、小皿、下にアラの骨取り皿ございます。ご自由にご利用ください。いらっしゃいませ。最高です。タイの出汁が効いて美味しいです。お借りいたします。海鮮なんですね。2番でお呼び。はい、すみません。失礼します。番号札2番でお待ちのお客様、お待たせいたしました。お借りいたします。こちらからガリ、わさび、小皿、ご自由にご利用ください。これなんか美味しそう。チョイス。で896円になります。合計でお待たせいたしました。いただきます。はい、どうぞいらっしゃい。はい、すみません。番号札10番、11番でお待ちのお客様、お待たせ。すいません、そして追加で一つお願いします。
ニコイチ。5番刺身定食でお待ちのお客様、お待たせいたしました。ガリわさび小皿、下にアラの骨取り皿もございますので、ご自由にご利用ください。骨型。両方いっぱい。この値段でこんだけの種類があるというのはなかなかないでしょ。北九州比較的お刺身とかもあるけど、この値段でこんだけ揃ってるところはなかなかないですよね。何冊まで限定があるんですよ。ありがとうございました。ありがとうございます。美味しかったです。美味しかったね。はい、満足です。はい、また来ます。また来ます。前後して申し訳ございません。番号札14番、わさび小皿ご自由にご利用ください。ありがとうございました。ございます。どうぞごゆっくり。これがテレがついてみたらいいよ。
はいお願いします。番号札15番荒炊き定食でお待ちのお客様、お待たせいたしました。はい、お預かりいたします。ご飯のおかわり可能ですので。はい、どうぞいらっしゃい。いらっしゃいませ。ありがとうございます。3円ですね。はい、ありがとうございます。うまい。お店はよく来るんですか？ちょこちょこですね。1週間に1回ぐらいです。なんか口に合いますね。ここ来てから他のとこあんまり行かなくなりました。やっぱりなんか新しいのと、なんか開放感があるですね。ここで食べるの。ご自宅とは違いますか？あ、違います。はい、すみません、お願いします。お2つです。こちらの番号でお呼びいたします。お待ちになってお待ちください。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。番号札23から20。それはどれかな。マクロ丼とサーモン丼ですね。はい、こちらです。ここはリーズナブルで美味しいだからいいですよね。兄さんお味どうですか？美味しいです。最高です。ごちそうさまでした。荒炊き定食のお刺身お願いします。タバコ持ってくる。はい、泡立ち。はい。
これぐらいしかない。金の音ね。あれ上からあれさ、なんか上からね。いや今話すの。これした。あれやったら常力なの。いや、全然いいかもしれないね。ね、常力がいいから。そうですね。そう。そうですよ。